皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段オノマップというチャンネルで日本語を教えていたり、日本で医者をしていたり、遊びながら日本語を勉強できるゴーゴージェスチャーというカードゲームを作っています。現在、そのゴーゴージェスチャーというゲームがキックスターターにあって、おかげさまで支援が 100% を超えました。本当にありがとうございます。少なくともこのキックスターターでは絶対にゲームをゲットすることができるので、もし悩んでいる人がいたら、日本語のレッスン1回分くらいの値段でサポートできるので、ぜひよろしくお願いします。今日は学習効率が最も高くなる瞬間というテーマで話したいと思います。僕の昔の話になるんですけど、もともと僕は中学校の時、めちゃくちゃ成績悪かったんですよ。ものすごく成績が悪い中学校の真ん中くらいだったんで、多分普通から見たらすごく成績が悪かったんですよ。でもその状況からいい高校に行って、その後医学部に入るっていうケースはあまりないんじゃないかなと思ったので、絶対にみんなに教えておいた方がいいなということがあるので、今日は共有したいと思います。中学校の時の僕は本当に成績が悪かったので、なんか頭のいい人は全然自分とはレベルが違う少しおかしい人なんだなっていうふうに思ってたんですよ。よく教科書を一回見ると全部覚えちゃうとか、なんかそういう話聞くじゃないですか。で、そういう話聞くと、いや、俺には絶対無理だと思って、なんだろうな。なんかモチベーションも全部なくなっちゃうんですけど、そういう人も本当に稀にいるかもしれないですけど、僕が今まで出会ってきた人の中には、みんながイメージしているような本当の天才っていうのは本当に一人もいなかったんじゃないかなと思います。もちろん僕のレベルよりももっと高い人いっぱいいるので、そういうところにはいるんかもしれないですけど、大体どの人も勉強の能力に違いはないんじゃないかなと思っていて、じゃあ何が勉強できる人と勉強できない人の差を作るかというと、僕は勉強をどうするかだと本当に思ってます。先に大切だと思うこと2つ言うと、1つ目はどれだけ興味を持てるか。2つ目は、語感を使って覚えているかどうかってことだと思います。一つずつ説明していくと、そもそも勉強ができてない人たちって、勉強に興味がない人がほとんどですよね。皆さんも勉強ができない人たちのクラスを想像してほしいんですけど、大体先生の話は聞かないで、友達と一緒に話してたり、窓から外を見ていたり、なんか髪をくしゃくしゃに丸めて友達に投げてたり、そういうシーンをイメージしませんか？だから勉強ができないっていうよりは、そもそも勉強に興味が向いてない。そのことが一番大きな問題だと思ってます。でも日本語を勉強している人で、いやいや、私は日本語に興味があって、単語帳とかで勉強頑張ってます。だけど、全然単語が覚えられないんです。っていう人もいると思います。でも僕がここで言いたいのは、日本語を勉強したいっていうモチベーションと、今覚えているその日本語の単語への興味はまた別だと思うんですよね。もちろん、モチベーションがあるから勉強したいっていうのはそうなんですけど、じゃあ、走るっていう日本語を覚えるときに、うわ、これが走るっていう言葉かと思ってすごい興味持って覚えてる人います？別の言い方をすると、日本語の悪口とか、バカとか、そういう言葉って、やっぱ面白いから、より記憶に強く残りますよね。そういうモチベーションで走るっていう言葉を覚えてるかっていうと、多分覚えてないですよね。いや、でもわかりますよ。全部の単語にそのくらい高い興味を持って勉強するってかなり難しいと思うんですよ。なので僕がものすごく大切だと思うことは、日本語の勉強に関して言えば、話す機会を作ることだと思うんですよ。例えば話しているうちに、本当に言いたいことって出てくるんです。なんかこのタイミングで今この文章を言いたい。
だけど、なんて日本語で言えばいいか本当にわからない。とか、今相手がメッセージを見てくれている。早く返信しないと。でも、ちょっとなんて言ったらいいかわからないし、たくさん調べている時間は今はない。だから早くメッセージを返したい。とか、そういう時って、それはなんて言うんだろうっていう興味がすごく湧くんです。だから話そうとすること。あとは、そこまで会話をしたいと思う相手を見つけること。それが僕は日本語学習においてはとても大切なことだと思ってます。そして二つ目は五感を使って覚える。これもさっきの話すってことと同じなんですけど、よくみんな本を見て覚えようとしてるじゃないですか。でも見て覚えるのって視覚一つだけで、それ実際見て、書いて、話して、その話したことを聞く。そうすると4つの感覚を使うんですよ。だからただ見るだけの時と比べて4倍近く勉強の効果があります。もちろんね、もちろん友達と話すだけでもいいですよ。それは話したいっていう強い気持ちが生まれるので、それも体験として記憶に深く残ります。なので、日本語を勉強してもなかなか覚えらんないなという人がいたら、今日話したことを意識して勉強してみると、急に話せるようになったり、あとは友達がいることで自分の勉強のモチベーションになると思います。もちろん僕が今作っている55ジェスチャーもそういう人のためにあるので、ぜひ支援をして使ってみてください。特に僕みたいにフリートークが苦手な人には本当におすすめなので、このゲームを持ってね、いきなりこんにちは、さあ話しましょうって難しいと思うんですけど、こういうゲームあるんだよ、一緒にやってみるくらいだったら多分言えると思うので、そういう人には強くお勧めしているので、この動画の概要欄のリンクから手に入れてみてください。それでは皆さんありがとうございました。